皆様こんにちは、セリナです。今回は3月20日全国発売、現在先行発売中のディオールショーサンクルール限定品170ミッドナイトラメ、563ブラウンブロカール、855ローズモアレ、964ライラックチュールをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回のコレクションから新質感のウルトラグリッターが加わったディオールの限定アイシャドウが先行発売中ということで、限定パレット4つのパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックを作ってご紹介していきます。少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。ここにもパーソナルカラーを交えた全色レビューや新作ベースアイテムのご紹介動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールショーサンクルール限定色170ミッドナイトラメ、563ブラウンブロカール、855ローズモアレ、964ライラックチュール。クチュールカラーで目元を彩る人気ナンバーワンアイシャドウ、ディオールショーサンクルールから限定エディションが登場。ディオールを象徴するカナージュをまとったクチュールケースに、オートクチュールドレスの生地からインスパイアされたモノクロームのカラーハーモニーをセット。透けるような質感と光を自在に操り、クチュールショーのように華麗な仕上がりを叶えます。それでは170のミッドナイトラメから順にパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックを作ってご紹介していきます。170ミッドナイトラメ、陰影のあるダークシェードから光を放つライトシェードへと移ろう輝くメタリックブルーのハーモニー。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。クリアなベースに明るいブルーとホワイトの繊細なラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般のベースやラメアクセントにおすすめ。右上はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ淡いブルーのベースに同系色のラメがきらめきます。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。中央はブルベ冬におすすめ。透け感のあるグレーのベースに、ブルー、ラベンダー、シルバーの大小様々なラメがたっぷりきらめきます。青み、深み、大粒ラメの華やかさが得意な方、ブルベ冬全般のラメカラーにおすすめ。左下はブルベ冬におすすめ。鮮やかなブルーにシルバーとブルーの大粒ラメがきらめきます。青み、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ビビッドウィンター、クールウィンターにおすすめ。右下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。マット質感のグレー、青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色に使いやすいです。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に乗せて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。1色目、左上のカラーです。こちらは固めにブレストされていて、この質もさらりとしているので、指塗りをしてもこんな感じで、かなりナチュラルにまぶたの上に乗せることができます。1色目、単色塗りだとこんな感じです。指で何度かしっかり塗り重ねてもベースの透け感は保ってくれて、透明感たっぷりの明るいブルーラメがキラキラと輝きます。透明感たっぷりでどこか抜け感もあるので、気軽にブルーラメを取り入れたい時におすすめです。この質は軽くてさらりとしているので、重たいラメが苦手な方にも使いやすそうです。続いて右上のカラーです。こちらは比較的しっとりしていて発色もいいタイプです。ラメというよりもパールの艶めきを楽しめます。
2色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとしっかり発色はしますが、程よい透け感も残っているので、肌の色と合わさってほんのりグリーンのニュアンスも感じられるようなくすみ系ブルーに発色しました。繊細なパールが角度によって自然なツヤをプラスしてくれて綺麗です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらはディオールのアイシャドウの中でも特にしっとりしていて、まぶたに吸い付くような粉質の上に大小様々な大きさのラメが輝きます。おそらくこちらが今回の限定パレットから新たに加わった新質感のウルトラグリッタータイプなんじゃないかなと思います。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。微細なパールと大小様々な大粒ラメ、そしてしっとり肌に吸い付くような粉質で濡れたような艶やかさと華やかなラメを楽しめる、ラメ好きの方にはたまらない質感なんじゃないかなと思います。手元で見た時はグレーっぽいイメージなのかなと思いましたが、まぶたの上に乗せると角度によってブルーのニュアンスもしっかり楽しめるところがすごく綺麗です。続いて左下のカラーです。こちらはかなり高発色なタイプです。さらに上からラメも楽しめます。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上に乗せても濁ることなく、パレットを見たままの鮮やかさを楽しめました。高発色なブルーのベースに大粒のラメも輝くので、かなり華やかな仕上がりですが、まぶた全体に塗っても意外と肌から拭かないところがすごく絶妙だなと思いました。3色目と4色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらはこのパレットの中で唯一のマット質感です。粉質はしっとりしていて発色もかなりいいですが、指塗りでもこんな感じで伸びがいいので問題なくグラデーションが作れます。5色目、暖色塗りだとこんな感じです。高発色なマットのブラックカラーなので、黄身のブラウンが苦手な方の締め色に大活躍してくれそうです。深みは出ますが、発色の調整はかなりしやすいなと思いました。5色目、引きで見るとこんな感じです。それでは170ミッドナイトラメ、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず中央のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは今回の新質感、華やかなウルトラグリッターをメインに使っていきます。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。かなり鮮やかなブルーをメインに使いますが、ベースにほんのりグレーのニュアンスをプラスしているのと、ラメがしっかりあるので、こんな感じで涼しげな印象にブルーを使うことができます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。締め色はブラックでしっかり深みを作っていきます。続いて右上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたは明るいくすみ感のあるブルーで、さりげなく透明感を出しておきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に重ねていきます。最後に明るいブルーを重ねて華やかに仕上げていきます。170ミッドナイトラメ、パレット全色を使ったメイクが完成しました。全色が寒色系でブルーがメインになっているパレットなので少し難しそうな印象かなと思いますが、ベースに使った中央のウルトラグリッターや目尻に使ったマットカラーがグレーやブラックのニュアンスだったので、ブルーカラーをしっかり楽しみながらも肌から浮かないカラーメイクに仕上げることができました。全体的にパールやラメがたっぷり入っていてキラキラ輝くので、適度な抜け感も出てくれてすごくいいなと思います。ブルーアイシャドウがお好きな方にはぜひチェックしていただきたいアイテムです。着てみるとこんな感じです。563ブラウンブロカール、華やかなシルクブロケードの豊かな表情を映し出す気品のあるブラウンとグレージュのハーモニー。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上はイエベ春におすすめ。ホワイトに近い黄身ベージュに
たっぷりのパールと微細ラメが艶めくツヤカラー。君、明るさが得意な方。イエベ春全般のベースやアクセントに使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ明るいグレージュにたっぷりのパールと微細ラメがきらめくツヤカラー。青み、明るさ、くすみが得意な方。ブルベ夏全般のベースやアクセントに使いやすいです。中央はイエベ春、イエベ秋におすすめ。明るい黄身ブラウンにシルバーとゴールドの大粒ラメがきらめきます。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーに使いやすいです。左下はイエベ春におすすめ。ほんのりピンクニュアンスのホワイトに近い淡いオレンジベージュに同系色の微細ラメが光るメタリックカラー。黄身、淡さ、明るさが得意な方に使いやすいです。単色塗りならライトスプリング。イエベ春全般のベースにもおすすめ。右下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。オーソドックスなマットブラウン。黄身が得意な方、イエローベース全般の締め色におすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしていきます。2色目、左上のカラーです。こちらはかなりしっとりしている粉質で、パールもしっかり入っているので、光を反射するような艶めきを楽しめます。1色目、単色塗りだとこんな感じです。パールたっぷりのツヤカラーですが、色味自体はかなりナチュラルで明るいので、ベースに仕込んだり、自然な立体感をつけたい時にアクセントにしたりなど、いろいろな使い方が楽しめそうです。続いて右上のカラーです。こちらも反対側に塗っている左上と同様、しっとりした粉質とたっぷりのパールで光るようなツヤを楽しめます。2色目、単色塗りだとこんな感じです。まぶたの上に乗せても上の2色は質感もカラーもかなり似ている感じがしますが、比較をすると左上は黄身ニュアンスのベージュカラー、右上はくすみの効いたグレージュカラーなので、それぞれメイクのイメージに合わせて組み合わせられるところがすごくいいなと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらは寝室感のウルトラグリッタータイプですね。やはりかなりしっとりしている粉質の上に大粒のラメが輝きます。3色目、単色塗りだとこんな感じです。しっとりしたミディアムカラーのベースにたっぷりのラメが輝いて華やかに仕上がります。ベースは黄身系のベージュカラーですが、上から輝くラメは透明感たっぷりのシルバーというバランスがものすごくいいなと思います。続いて左下のカラーです。こちらはしっとりしている粉質とたっぷりのパールで自然なツヤを楽しめます。4色目、単色塗りだとこんな感じです。指で何度かしっかり塗り重ねてもこのくらい淡い発色なので、柔らかく可愛らしいイメージでオレンジを取り入れたい時に活躍してくれそうです。微細なラメが光を受けて柔らかく光る感じがとても可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらはパールやラメを感じないマット質感です。発色もとても良くてしっかり目元を引き締めてくれます。5色目、単色塗りだとこんな感じです。色味も明るさもかなりオーソドックスなブラウンアイシャドウなので、ベーシックメイクからカラーメイクまでいろいろなシーンに使いやすいと思います。粉質はしっとりしていますが柔らかさもあるので、指でもグラデーションを作りやすかったです。5色目、引きで見るとこんな感じです。では、563のブラウンブロカール、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、中央のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体に塗っていきます。このカラーは程よい深みもあって、ラメもツヤも楽しめるので、単色塗りでも可愛く仕上がりますよね。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。ほんのり淡いオレンジのニュアンスを足して、さらに柔らかい印象に仕上げていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。
目元を自然に引き締めていきます。続いて右上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたは寒色のツヤカラーで少しクールな印象をプラスしておきます。最後、左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。最後にツヤカラーをプラスしていきます。563ブラウンブロカールパレット全色を使ったメイクが完成しました。画像で見るとオレンジが強く出るパレットなのかなと思いましたが、全色を使ってメイクをすると程よいオレンジのニュアンスを感じるベーシックなベージュブラウン系に仕上がって、大人っぽくオレンジを取り入れたい時にすごく可愛いなと思いました。ベーシックですがどこか特別感のある仕上がりがさすがディオールです。着てみるとこんな感じです。855ローズモアレ。水面に波打つシルクのように優美なモアレのきらめきをたたえた繊細なピンクが織りなすハーモニー。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上はブルベ夏におすすめ。グレーシュなベースにピンク、ラベンダー、ブルーの大粒ラメがきらめきます。青み、くすみが得意な方、ブルベナス全般のベースやアクセントカラーにおすすめ。右上はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。黄身寄りの明るいピンクにゴールドとピンクの微細ラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース問わず明るさが得意な方。単色塗りならライトスプリング、ライトサマー。イエベ春、ブルベ夏のベースカラーにもおすすめ。中央はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。明るいピンクのベースにピンク、ラベンダー、ブルーの大粒ラメがきらめくグリッター。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメアクセントにおすすめ。左下はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすみと深みを感じるピンクにシルバーやピンクの大粒ラメがきらめきます。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとミューティートサマーにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。青みの強いマット質感のくすみピンク。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとミューティートサマーにおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしていきます。1色目、左上のカラーです。こちらはしっかりプレストされていて、粉質も軽やかなラメタイプなので、色味やラメが一気に塗りすぎることなく調整しやすいです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。ラメは明るく華やかなイメージですが、ベースに程よいくすみと深みがあるので、甘くなりすぎずにピンク系のラメを楽しめるところがすごく絶妙なカラーだなと思います。比較的青めな仕上がりですが、自然に目元に陰影がついてくれるところもすごく絶妙です。続いて右上のカラーです。こちらはたっぷりのパールとラメ両方とも入っていて、かなり艶やかに仕上がります。2色目、単色塗りだとこんな感じです。こちらは明るさと可愛らしさ、そして透明感を同時に楽しめるようなニュートラルな印象のピンクです。反対に塗っている左上と比較をすると、このカラーの絶妙な黄身ニュアンスや透明感の感じがわかりやすいと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらはこんな感じで、パレットを見たままの透明感たっぷりの明るいピンクのベースに、さらに透明感カラーの大粒ラメを楽しめます。3色目、単色塗りだとこんな感じです。こちらはまぶたにフィットするようなしっとりした粉質のベースに大粒のラメが楽しめます。まぶたの上にのせるとブルーやライラックのラメがより際立ってしっかり透明感を楽しめます。続いて左下のカラーです。こちらはベースのカラーがしっかり発色して、その上にパールのツヤと微細のラメで艶やかさを楽しめるようなタイプです。4色目、単色塗りだとこんな感じです。反対に塗っている3色目の中央のカラーと比較をすると、こちらの程よいくすみ感で大人っぽい落ち着きのあるピンクの感じがわかりやすいと思います。
甘くなりすぎないように、でも華やかにピンクを取り入れたいという時に活躍してくれそうです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレットの中で唯一のマット質感です。ふんわりと柔らかく発色してくれます。5色目、暖色塗りだとこんな感じです。指塗りをしても発色はしっかり楽しめますが、ふんわり柔らかいニュアンスは保ってくれるので、すごくカラー調整がしやすいなと思いました。このマット質感とくすみ感のバランスが絶妙です。5色目、引きで見るとこんな感じです。それでは855ローズモアレパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず中央のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。この可愛らしい透明感カラーをメインに使っていきます。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。程よい深みがあるピンクカラーをのせて、自然に大人っぽさをプラスしていきながら、さらにラメを足して華やかに仕上げていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。ラメの上にマットを重ねて、質感で自然な立体感をプラスしておきます。続いて左上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。くすみカラーで自然に影をつけていきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。855ローズモアレパレット全色を使ったメイクが完成しました。全体的にローズピンク系でまとまっていますが、明るさや質感が異なるので、全色を組み合わせると統一感はありますが、きちんとメリハリも楽しめるピンクメイクに仕上がるなと思います。今回はくすみニュアンスのピンクカラーもしっかり使ったので、甘くなりすぎない、どこか大人っぽさも残るようなピンクメイクに仕上がったんじゃないかなと思います。引きで見るとこんな感じです。964ライラックチュール。深みがあるバーガンディがアクセント。優雅なベールが重なり合うブルーとライラックのハーモニー。パレット1色ずつをパーソナルカラーに置けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。明るくクリアなラベンダーにレッドとピンクの微細ラメが光ります。青み、明るさ、クリアな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに置けると、ブライトサマー、クリアウィンターにおすすめ。右上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。パールのツヤを感じる高発色なホワイト。青みが得意な方、ブルーベース全般のベースやアクセントにおすすめ。中央はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。落ち着いたピンクのベースにシルバー、ピンク、ブルーの大小様々なラメがきらめくグリッターカラー。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメアクセントにおすすめ。左下はイエベ秋におすすめ。黄緑の鮮やかなレッド。マットのベースに微細なラメがきらめきます。黄身、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ストロングオータムにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。くすみと青みの強いマット質感のライラックに、同系色の微細ラメがほんのりきらめきます。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に暖色塗りしていきます。1色目、左上のカラーです。こちらは軽くて塗りやすい粉質ですね。発色も淡めです。1色目、暖色塗りだとこんな感じです。程よい鮮やかさがあり、明るく、色味自体はかなり華やかですが、発色が淡めだからか、そこまで強いイメージになりすぎないところがすごくいいなと思いました。ベースはふんわりしていて、その上に微細なラメが輝く仕上がりです。続いて右上のカラーです。こちらはしっとりしていて、パールのツヤも楽しめます。
2色目暖色塗りだとこんな感じです。しっとりしている粉質で高発色なホワイトカラーなので、肌の色と混ざって濁ったり薄まることもなく、まぶたの上でもしっかりホワイトを楽しめます。ベースやアクセントカラーとして使いやすそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらはこんな感じで、パレットを見たままの華やかなカラーがそのまま楽しめます。ラメたっぷりですが、しっとりしていてザラつきも感じないです。3色目暖色塗りだとこんな感じです。程よい深みのあるベースと華やかな大粒ラメのバランスがとても綺麗です。自然にラベンダーカラーを楽しめる感じがすごくいいですね。続いて左下のカラーです。こちらはかなり高発色で鮮やかなレッドカラーです。限定色らしいカラーですね。4色目暖色塗りだとこんな感じです。発色もよくかなり鮮やかなレッドカラーですが、黄身系のレッドなので血色感がプラスされる分、華やかですが派手すぎなくてすごく使いやすいなと思います。程よい深みも演出してくれて綺麗です。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらもふんわり柔らかいニュアンスですが、パレット見たままの発色を楽しめます。幻想的で可愛いです。5色目暖色塗りだとこんな感じです。かなり青みが強い透明感抜群のライラックカラーで、粉質もベースはふんわりとしたマットですが、中に微細なラメが入っていてふんわり柔らかく光るので、カラーと質感がマッチして幻想的な雰囲気を楽しめます。5色目引きで見るとこんな感じです。それでは964ライラックチュールパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず中央のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。程よい落ち着き感と華やかなラメのバランスが絶妙なカラーをメインに使っていきます。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。黄身寄りの血色感レッドを組み合わせることで、ブルーカラーを使いやすく大人っぽく仕上げていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。目尻側に明るいカラーを使って透明感を出していきます。続いて左上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。最後、右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。高発色のホワイトで明るさと透明感をさらに出していきます。964ライラックチュールパレット全色を使ったメイクが完成しました。レッド、ブルー、パープルとパレットで見ると少し難しそうな配色に感じますが、全色を組み合わせてもこんな感じでかなりまとまりがあって統一感のあるメイクに仕上がりました。特に左下のレッドが黄身寄りで血色感のあるレッドだったので、パープルやライラックを自然になじませてくれて絶妙だなと思いました。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで3月20日全国発売、現在先行発売中のディオール限定アイシャドウをご紹介していきました。今回のコレクションから加わった新質感のウルトラグリッターはしっとりしていて肌にピタッとフィットするような粉質で、パールの艶めきと大小様々なラメの輝きがものすごく綺麗でした。今回のコレクションは一見難しそうに感じるパレットもバランスがいい配色だったのですごく使いやすいなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。